T 型ってよく怖いとか言われるじゃないですか。思ったことそのままストレートに言ったりとか、あんま人の気持ち考えてないみたいなので結構嫌われがちだと思うんですよ。けど F 型も怖くないっていう。ベクトルの違う怖さがあるなって私は最近感じたんですね。 T 型が怖いっていうのは言い方がきつかったりとか共感力がなかったりとか、そういう意味で怖いって言われてると思うんですけど、私が感じるのは F 型の人ってなんか何考えてるか分かんないなって。私が汲み取る能力が低いのかもしれないんですけど、 F 型の人って相手を傷つけたくないとか、コミュニケーションを円滑に進めたいがために自分の本音を隠す傾向にあると思うんですね。特にマイナスな感情において何か自分の中で嫌だなとか不満に思うことがあったとしても、それを相手に伝えた時に相手が傷つくんじゃないかとか、関係性が悪くなっちゃうんじゃないかとか、もしくは自分自身がなんかそういうネガティブな話題をしたくない、そういう話題を避けたいとか、いろいろ指摘をしたことで悪い印象を持たれたくないとか、そういうのが根底にあるのかなっていうのを最近すごい思ったんですよ。 T 型の私からしたら本音は何を思ってるのみたいなっていうのを感じてしまったんですね。具体的に言うと、これ決して個人を攻撃したいとかそういうの全くなくて、F 型の人 T 型の人っていう枠組みで話してるだけなんですけど、例えば今私カナダにいてホームステイしてるんですけど、でその周りでもホームステイしてる子とかの話聞いたりとかもするんですけど、ホームステイにおいて居心地良くないなって思う出来事って絶対にあるんですよ。でなんかそういうことに直面した時、例えばホストマザーの作るご飯が好きじゃないとか、夜ご飯毎日作るって言ったのに全然作ってくれないじゃんみたいなっていうホストマザーとの間のことだったりとか、そのホストシスターとの間、ルームメイトとの間でやっぱり生活のスタイルとかカルチャーとかが違ったりするんで、いろんな国の人たちがね集まってるんですよ、大体その家にホームステイって。だからそのホストシスターとの間でその価値観のズレとか生活習慣のズレとかでここ直してほしいなみたいに思うところとかがあった時に、私とかなるべく伝えるようにしてるんですね。例えばこの間あったのは、バスルームのトイレットペーパー、お風呂場のとこにトイレがあるんですけど、海外のバスルームなんで、トイレットペーパー最後の1個を使うときにそのホストシスターが補充をしてくれないんですね。で私がトイレしてちょっと汚いんですけど、トイレしてで拭こうってなった時に拭くものがないんですよ、何にも。でそのトイレットペーパーの最後の芯だけが、芯と微妙にほんのちょっとだけ残ったトイレットペーパーが残ってるんですね、ここのトイレットペーパーのホックのとこに。でそのすぐ横の洗面台の下に普段トイレットペーパー補充してるんですけど、いくつかでそこも空っぽで、ここにただ芯だけがあるっていう。それを私は何回も遭遇してて、で普通に困るじゃないですか、トイレした時拭くものないんで。なんで1回同じそのフロアに住んでて、お風呂場を共有してるホストシスターが2人いるんですけど、のうちのお姉ちゃんの方にトイレットペーパー最後の1個使う時補充してねみたいな、じゃないと拭くものなくなっちゃうからって困るからみたいなことを伝えたんですね。そしたら OK って言ってたんですけど、またその場面に遭遇したんですよ、この間。また補充されてなくって、でも私もう結構ふざけんなみたいな感じだったんですよ。もう毎回だから。で毎回私がそれで補充してるんですよ。でそれでさすがにちょっとこれ直してほしいなと思って、ホストファミリーの共有のねメッセージアプリ使ってるんですけど、そこに送ったんですよ。トイレットペーパー前にも言ったけど補充されてなくって、私拭くものなくって待っ
ってるよみたいな、何回もこういうこと遭遇してて次はないようにしてほしいっていうのを、若干ねその時イライラしてたんで言い方きつかったかもわかんないんですけど、一応こういうペコっていう絵文字とかもつけてね送ったんですよ。でそしたらなんかそのお姉ちゃんの方が返信来て、じゃあ言わせてもらうけどThis is terrible みたいな。何の話してんのなんかそういうことでいろいろあるんですよ、ホームステイって。で私はでもそういう時になるべくねトイレの件とかも伝えるようにしてて、けどそれこそF 型の子とかっていうのは話聞いてると、ホームステイでそういう不満がいろいろあっても言わないんですよ、何にも。多分言って関係性が悪くなる、気まずくなるとかそういうのが怖いんだと思うんですけど、いろいろ不満があるんだけど、そのホストマザーとかに対しては全然 OK だよみたいな、全部 OK、 いつもいろいろやってくれてありがとねみたいな感じでめっちゃ感じよくしてるんですよ、めっちゃフレンドリーに。けどホストマザーいないとかでめっちゃ不満言ってたりするんですね。こういうの本当にきつい、無理みたいな。で結局どういう決断を下すかというと、ホストマザーとかハウスメイトとかには嫌だって思ってたことを伝えずに去るんですね、家を。そこが違いだなと思いますね。何か思ってることを伝えるんじゃなくって、その環境から自分が身を引くっていう。であくまでもその他の人たちとの関係は円満な状態のままでも、自分はずっとそこにいたらきついから自分から身を引くっていう。それが悪いって言ってくれるわけじゃなくって、それも一個のね立派な決断だと思うんですよ、選択肢というか。で私もそれする時あるんですけど、別に誰に対してでも自分の思ってる不満とか全部伝えまくってるとかいうわけではもちろんなくって、伝えて意味がある場合、状況が改善できる場合には伝えるんですけど、そうじゃないなみたいな、普通に友人関係とか大して親しくもない人、クラスメイトとか例えばでなんか居心地悪いなって思ったら、何も伝えずにだんだんとねフェードアウトしていくんですけど、一緒に生活してる人とかすごい親しい友達とか恋人とかね、そういう自分と結構近い関係にある人の場合は伝えるべきだと思うんですね、私は。それは伝えることによってね、自分が嫌われる可能性もあるわけですよ。私もそれに対する恐怖心ももちろんありますよ。で実際そのホストシスターにそのトイレの件伝えた後、気まずすぎて全然話しかけられなかったですねだから同じフロアにいるけどなるべく出くわさないように生活してました。そうっていう気まずい状況にはなったりするけど、でもなんかそれで自分がずっと我慢してると自分の精神にも良くないし、でしかもそれで伝えなかったことで相手は気づけないわけじゃないですか。自分のそういう行いが人によっては不快になってるかもしれないっていう事実に相手は気づけないまま生きていくことになるわけじゃないですか。それって相手にとっても良くないと思うんですよね。良くないっていうか、知っておいた方が気づきになるじゃないですか、相手にとってっていう気持ちなんですよ。伝えることによって状況が改善するっていう見込みがあるのに伝えないのってすごいもったいないなって思うんですよね。それで状況を改善したら自分も相手もお互いにハッピーじゃないですかっていうのが、多分これが T 型の考え方だと思うんですよね。T 型って主語でかいですけど、少なくとも私はそう考えてるんですね。そうやって伝えることがねおせっかいだとかいう意見もあると思うんですけど、前に嫌われる勇気っていう本がすごいバズったっていうか話題になってたじゃないですか。それだと思うんですよね。まさに嫌われるかもしれないっていう可能性はもちろん分かってるんですけど、それをもってしても状況をより良くするために相手のためになると思って言ってるんですね。だから多分 F 型の人と T 型の人によって目を向けてるポイントが違うんだろうなと思ってて、
からやっぱ T 型の人って状況とか事実とかベースで考えてるんですね。だからこの状況をより良くするためにとか、より良い気づきを与えられるようにとかっていう感じで言ってるんですけど、多分 F 型の人はやっぱり感情にフォーカスするんで、状況を良くするとかってよりは相手との関係性が気まずくならないようにとか、メンタル面でのダメージとかいうことを考えて行動してるんだろうなっていう。だからこれどっちがいいとか悪いとかじゃなくて違いですよね、ただ単に。だからそれによって F 型と T 型それぞれの正義も違ってくると思ってて、T 型っていうか私の場合はですけど、相手にとって正直でいることが正義だと思ってるんですね。何か不満があったとして相手にそれを伝えずに勝手に自分の心の中で黒いネガティブな感情をずっと抱いてるって相手にとって誠実じゃなくないみたいな。それで別にその人との関係をね立てばいいんですけど、そうじゃなくってその人と表面上すごいいい感じにコミュニケーションを取りながらも心の中ではすごい黒いネガティブな感情が湧き起こってるわけですよ。それってちょっと誠実じゃないんじゃないって相手にとってね。だって相手は自分がそんな風に思われてるってことに気づきようがないじゃないですか。だから私はそれをするよりは一時的に気まずくなったとしても相手に対して正直でいたいなって思うんですよね。もちろん言い方とかには気をつけなきゃいけなくって、そこが T 型にとっては難しいとこなんですけど、そうでも F 型の人にとっての正義は多分いかに心地よい関係を築いていくか、たとえ表面上であってもねっていうことなんだろうなって。そう、私元彼がもうめちゃくちゃ F 型みたいな感じだったんですね。一回すごいびっくりしたことがあって、外国人のね彼だったんですけど、私はいろいろその都度ね関係性の中でちょっとここ直してほしいなとかいうことがあったら伝えるようにしてたんですよ、その彼に対してね。でその時にあなたは何か私に直してほしいことあるって聞いてもないよ You are perfect みたいな毎回返ってきて、君は完璧だから何も心配することはないよみたいな、そんな感じだったんですよ。その言葉をね 100% 信じてたわけではないんですけど、でもそう言ってくるってことは特段ないのかなって思ってたんですよね。毎回そう言われるから。けどある日何だったか忘れたけど何かでその彼がF 型だしめちゃくちゃ思いやりのある彼だったんですね。でそれで何かでその思いやりを感じたんですよ、私が。でそれでいつもすごい気遣ってくれて思いやりを持って接してくれてありがとうねって伝えたんですよ。そしたら君もそうするべきだよって帰ってきて、えみたいなどういうことって Your priorities yourself ってきたんですよ。つまり君は自分が一番の優先順位だよね、要するに自己中だよね。でしかも君も僕と同じように僕に対して接するべきって言ってるってことは、君は自己中だし思いやりがないよね、もうちょっと思いやりを持って接してよっていう意味なんですよ。みたいなびっくりしちゃって。だって今まで毎回 You are perfect みたいなもうポジティブな言葉しかかけられてこなかったんですね、私。その彼からその言葉をね彼から言われたのがもう付き合って10ヶ月とか経ってたと思うんですよね。10ヶ月前後とかで言われてみたいな。だから今までずっとその You are perfect みたいなポジティブワードばっかりかけてきてたけど、今まで付き合い始めてからずっと10ヶ月もの間心の中では私は自己中で思いやりがない人間だってずっと思ってたのっていうことに驚いて、自己中とか思いやりがないってことは私も自覚してるんですよ。そこは気をつけなきゃなって思ってるし、いつもね他人に対して常に思いやりを持って接してて、しかも自分のことよりも他人のことをね優先して、僕元彼のことはすごい尊敬してたんですよ。私にはないものを持ってるんで。だからそこに関して怒ってるんじゃなくって、彼が本音をずっとその間ね、その10ヶ月もの間私に打ち明けてくれてなかったっていうことがショックで、そんなに長く付き合ってきてるのに私は本音を言っていい相手って思われてなかったんだみたいな。
それでちょっと F 型って何考えてるか分かんないな、怖いなって改めて思っちゃって。でもそのことがあってから以降はね、私は自分の考え、なるべく本音を伝えてほしい。その方が私はむしろ嬉しいよ。それがいくらポジティブなことであってもネガティブなことであっても本音を伝えてくれた方が私にとっては嬉しいよっていうのを説明して、そもそもね、私たちは考え方が違うんだよっていうところからすごい説明して、彼には納得してもらって、それ以降はちょこちょこ彼の方からもね、いろいろ言ってくれるようにはなったんですけど、別れちゃいましたけどね、最近。だから正直私も F 型がほとんどですけど、友達本当に気をつけないとなって思いますね。知らないうちに不快な思いさせちゃってるかもわかんないし、でそうだとしてもこの子たちは私のことを気遣ってだか言ってこないじゃないですか、多分。で実際その F 型の友達と恋バナとかもするんですけど、その時にやっぱみんな言うのが、彼氏に本心言えないみたいな。特にね、これまだ SF の子たちは思ったことを言ってる印象はあるんですけど、特に NF の子たちってね、相当言うのに覚悟がいるんだろうなっていう印象ですね。私の周りを見てる限りではね。そうだからみんなそれを共通の悩みとして持ってて、彼にこれ伝えたいんだけど伝え方ずっと悩んでるとか、言っちゃえばいいじゃん、それで関係性良くなる方が良くないみたいな感じで言うんですけど、でね、だんだん私の周りの F 型の子たちは徐々に最近本心を彼に伝えられるようになってきたみたいに言ってる子たちがじわじわ増えてきて、私的には良かったみたいな。その方がね、絶対彼女たちにとってもメンタル的にいいと思うんですよね。やっぱネガティブな感情を抑え込むって絶対自分にとってヘルシーじゃないんで。でもそういう私ももともと F 型だったんですよね。元 F 型、多分 4,5 年前とかまでは私ずっと ISFP で超 F 型だったんですよ。ずっと人の顔色を伺って生きてるみたいな感じのタイプだったんですよね。大学生になってそれで自分の好きなように生き始めてからいろいろね、インターンやったりとか社会に出て働くようになって、いつの間にか INTP になって、そっからずっとここ 4,5 年は INTP ですね。何回やっても。そうだから話戻るんですけど、結局ね、どっちがいいとか悪いとかじゃなくって、 F 型と T 型って根本的に考え方とか正義とかが違うと思うんですね。だからそれをお互いまず認識する必要があると思うし、その違いがあるってことを。でその上で T 型は伝えるにしても言い方を気をつけなきゃいけないし、 F 型の人は伝えてもいいんだよっていうのを分かってほしいですね。特に T 型相手においてはね。そういう意味ではMBTI ってすごいいいなって、その違いを理解するっていう意味ではすごいいいツールだなって思うんですよね。何も知らなかったらなんであの人ってこういう言い方してくんのとか、それ言わなくてよくないみたいな思っちゃったりとか、逆にあの子って何考えてるか分かんないわみたいなとかってただただ思ってたりするだけだと思うんですけど、これって違いなんだみたいな、そういう違う特性を私たちは持ってるんだっていうことを理解しておくことってすごい大事なことだなと思うんですよね。それでお互いが歩み寄っていけたら最高だなって思います。待って、芋虫いる。ちょっとやだって。